こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、以前よりですねちょっと動画の中で紹介していますネイジの新刊が発売になりましたので、今回は音声で掲載作品の方を紹介したいなと思いまして動画の方を撮らせていただきました。よかったらですね最後までご視聴いただけると嬉しいです。ちょっとね表紙の方が少しインパクトあるものなんですけれども、実際にですね撮影したのはこちらのテーブルになっています。で今回ですねちょっと恐れ多くも私の方で、撮影の方も担当させていただきましたので、普段皆様が動画の中で馴染みのあるこの木の木目のテーブルの方でですね撮影していますので、すごく親しみが湧くんじゃないかななんてちょっと期待しております。こちらのマロンコースターの方もですね YouTube の方で動画の方を紹介させていただいていますので、本と合わせてですね見ていただけたら嬉しいなと思います。で実際ですねこう中表紙を開くとこんな感じでこう布耳が、紹介されています。で今回の本はインデックスの画像で表示されているので、どんなものが載っているのかなっていうのが一目でですね分かるようになっています。こちらは Amazon の商品ページの方にも紹介がありますので、よかったら Amazon の方のですねページの方も見ていただけたらと思います。で実際にですね今回作品が過去に紹介してきた作品も含まれますために、実際今も手元にないものもたくさんあってですね、お客様の元でも活躍しているものも結構数多くあります。ただ歯切れをテーマに、制作してきたものばかりで、作り方も全てこちらの方を紹介させていただいてますので、よかったらですねちょっと難しいものも含まれますけれども、お手持ちの生地で何か作れないかなというふうに想像を巡らしながら作っていただけたら嬉しいです。で、ポイントなのがですねちょっと表紙を外すとですねまたさらに内表紙というのがあるので、ちょっと制作中ですねこういうのがあるとちょっと邪魔だなっていう時は外していただいても、これがもうすでに表紙みたいになっててすごくねおしゃれな感じになっていて、すごく出版社の方が考えてくださったのでとてもですね質感のいい本になってますので、お値段以上になるんじゃないかななんていうふうに思っております。あと、本の中にこちらですね読者はがきというのがありますので、よかったら本の感想などもですねこちらの方を記載いただいて出版社の方に送っていただくと抽選でですねプレゼントが届くようなので、よかったら私の方にもこちらの皆様のメッセージが届くようになっていますので、こちらのおはがきの方もいただけると嬉しいです。でこちらの本のきっかけになったのが2019年に作ったこちらのフォトブックになります。2017年にですねウェブ個展というのをやらせていただいて、その時に歯切れを使った作品をですねメインに紹介してきました。こちらの布耳ボストの作り方も、今回は掲載させていただきました。ちょっとレベルはね少し高くなりますし難しさもありますけれども、こんな風に自分のお気に入りの生地をですね、バッグに仕立てて形に残すことができるんだよというところもですねこちらの今回の本を通じて皆様にお伝えできたらいいなと思っています。小物歯切れっていうとねやっぱり小物の方が中心になりますけれども、こういうバッグもですね例えばこのパーツがここの部分とこの部分とこことこことっていう風に一つずつのパーツが組み合わさって一つのこのパーツとして出来上がっています。なんかそういう作り方もですね、全て掲載させていただいていますので
いつかですねやりたいなって思った時に役立つ本になったら嬉しいなと思います。両面テープを貼ってシールにしてラッピングにしてみたりっていうこともできますし、こういうねくるみボタンにすることもたくさんできますよね。ただそういうものだけでなく耳を使ったバッグができたりとか、もうまさにオンリーワンな作品作りができるかと思いますので、そんな皆様のお手伝いができたら嬉しいです。はい、それではですね、一番最初に掲載されているのがこちらのガマ口ポーチになっています。このポケットの部分にもこういう風に耳を使ってる、ポケットの作り方だったりっていうのも載せてみました。で、裏面はですねこんな風にして耳をつないでここに少しアクセントを作っています。細長く残ったものをギャザーをつけてですね、このような感じでフリルにしてみました。でこちらはですね、型紙はこちらのクラス101の方でオンライン講座の方で紹介しているこちらの型紙と全く同じものを使用させていただいています。オンライン講座を終えた後ですね、作り方思い出しながら今回の本で、型紙の方お役立ていただけたら嬉しいなと思って、こちらは、表の方にキルトを貼って、内布はこういうシーチングの方を使用しています。なので、オンライン講座もしご受講いただいている方、もしくはこれからですねご受講いただく方は、オンライン講座の方を受講していただきながらですね、このようにちょっと歯切れを生かしつつ、制作していただけたら嬉しいなと思います。あと動画の方でもですね、ポイントになるこちらの V のところですね、ここの縫い方のコツなんかも紹介していますので、そちらもですね合わせて作り方を見ながらですね進めていただけたらと思います。はい、続いてですね、こちらはスマホポシェットとして紹介させていただきました。こちらはミナペルホネンの歯切れをあえて使って紹介しています。もう切りっぱなしの状態で使う歯切れってなかなか思いつかないんじゃないかなと思って、あとですねちょっとこうほつれてこないかなって結構皆さん心配されるかなとは思うんですけれども、ミナペルホネンの生地だけではないんですが、こういうふうにちょっとステッチの方法を工夫することでここの端処理をですねしなくても、こういうふうにデザインすることができるというところもですね紹介できたらと思って今回著書に加えさせていただいています。使っていけばこういうふうにほつれてくることはあるかなと思います。歯切れなのでこれもちょっと味かなというところでですね、風合いを楽しんでいただけたらと思います。もう一つの方は切れっぱなしの方を使わずに布耳だけで仕上げているようなポシェットになっています。こういう風にちょっとねフリンジがそのままアクセントになってちょっとふわふわして可愛い感じになっております。ちょっとこう斜めのラインにしてアシンメトリーで仕上げてみたり、ちょっと遊びを加えてみました。こちらは手帳タイプのスマホでもすっぽり収まるサイズにしていますので、よかったら楽しんで作っていただけたらと思います。でこちらの方はですねミルームさんのオンライン講座の方で、レッスンの方紹介予定なので楽しみにしていてください。そしてですねファスナーを使ったポーチは、こちらの3種類のものをですね掲載させていただきました。ちょっと今川焼きのような形のこうまん丸のポーチですね、難しさ満載なんですけれども、結構私お化粧ポーチにしたりして使ってて出す時可愛いなと思って、もともとのきっかけがこのタンバリンのミナペルホネンの生地のタンバリンに合わせて丸く作ったのが過去にねそれがきっかけなんですけれども、裏面は1枚無地にしていますけれども、表の方で歯切れの方を合わせてみました。でこちらはですねちょっと大きめに耳を切ったものですね、2枚の剥ぎ合わせで作っています。そして、こちらはですね布耳をこの1枚のパーツにして作ったファスナーポーチですね。こちらの方は、内ポケットも、ついているタイプになります。こちらはですねデコレクションズさんの方で、縦長歯切れを紹介させていただいてるんですけれども、そちらの中で、ポーチが掲載されているんですが、実際にはレシピの方は紹介していないので、それが元の土台になっているようなデザインになっています。こ
ちらは少し大きめな感じのポーチになって、名刺とかをこう重ねるとこのぐらいのサイズなので、こんな風にティッシュポーチをこう入れるとですね、すっぽり収まるかなぐらいのサイズ感になっています。お化粧ポーチにしてもすごくおすすめなサイズになっています。こちらの方もですね、作り方を、ミルームさんのオンライン講座の方で紹介していますので、よかったらですね、サブスクのオンライン講座になりますので、自分が見たい時にですね、見て作り方を見ながら進められる講座になっていますので、よかったら作り方を参考にしてみてください。そしてですね、こちらはキャラメルポーチになっています。ちっちゃいサイズのね、キャラメルポーチになっています。で、斜めにこうつないだ生地が仕上がるまでどんな風に布の向きとかこういうのがどういう風に出てくるのかがわからない、すごくねワクワクするような制作時間だったんですけれども、出来上がるとすごくね可愛らしいサイズ感で仕上がりました。で、キャラメルポーチの作り方は動画の方で配信しているんですけれども、そちらはラミネート1枚で作るタイプになっていますので、今度ですね、内布付きも紹介できたらいいなと思っています。このポーチとこのポーチは16センチのファスナーで作っていますので、すごくね小ぶりなんですけれども、結構使い勝手のいいカバンの中に可愛く収まるサイズになっています。いつもの一枚布で作るのとは違った表情が歯切れだと生まれてきますので、よかったら皆様のお気に入りの生地でですね、こちらの方も作っていただけたら嬉しいです。普通に1枚の生地で作ることもできますので、こちらもですね、こちらも1枚の生地で作って楽しんでいただくのもいいかなと思います。はい、そしてですね、動画の方でも過去にこちらのボストンバッグは布合わせをしているところですね、紹介させていただいたんですけれども、リクエストが非常に多かったので、昨年ですね、ボストンバッグの方の作り方の方は紹介させていただきました。で、今回は本のテーマが歯切れということなので、実際にですね、私もちょっと自分用に作ってみようかなということで布合わせをしてみました。自由に作っているものなので、ここからレシピを起こすというのは非常に難しかったんですけれども、皆様の方でこういう風にですね、布耳をちょっとアクセントにしてみたり、細長く残った生地とかをミシンステッチだけで留めていくという方法をですね、何かのヒントになったらいいかなと思っています。で、後ろ面は特に難しい布合わせはあまりしていなくって、4枚のこの横長の生地を合わせています。一部だけちょっとこう足してみたりとかですね、こういう遊びもいいかなと思います。側面には少しこう布耳を合わせたものを、使ってみました。で、こういうふうにパーツが分かれているので、こういう遊びも使えるかなと思って、ここもイヤホンとかが入るようなポケットにしています。内側はこんな風にこうポケットがついています。仕切りのポケットになっています。こうバイアスをですね、このバイアステープも実際に自分で作るんですけれども、こう作った方が市販のバイアステープを使うよりは作りやすいんじゃないかなって個人的には思っています。はい、そしてですね、こちらの方はすでにたくさんの方が作ってくださっている雫巾着になります。もうこのように斜めに合わせるよというのは動画の後半の方で紹介しているんですけれども、今回型紙の方にも線を入れていただいて、皆様が作りやすいように紹介させていただいています。で、裏面はこういう風にね、レースで1枚でやっているものだったり、こちらはリバティで合わせて薄い生地で合わせているものは後ろこう1枚ずつで作ったものとかですね、こんな風にちょっといろんなバージョンをですね作ってみました。布耳だけでパーツを作ったものですね。表面だけ布耳ですね。で、これはリバティの耳を使っています。リバティをたくさんお持ちの方はきっといろんな種類のリバティの耳ができるんじゃないかなと思いますので、よかったらですね、こちらも参考にしていただけたらいいなと思います。で、こういうふうに耳をつないでいく時のやり方などもですね、細かくプロセスの方で紹介させていただいていますので、そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。はい、そしてこちらはですね、ネージュのオリジナルのマロン巾着になりますね。そこの部分に、タックが入ってぷっくりした形になる栗をイメージして作った巾着ということで、マロン巾着という
うに読んでいます。こちらの方も動画の方で作り方の方を紹介していますので、よかったら動画を見ながら作っていただけたら嬉しいです。で、現在ですね紹介しているものが、現在紹介中のこちらのポーチの方は真ん中でこう布耳で合わせているんですが、これと同じようにですねこちらの方も、巾着の方も出来上がっていますので、布耳の合わせ方などもですねこちらの動画を合わせながら巾着の動画も見て、わからない部分を補いながらですね作っていただけたらと思います。で、本の、掲載作品ではないんですけれども、こちらのファスナーポーチの方も、本誌の方で紹介させていただいています。はい、こちらの巾着の方がですね、手乗り巾着ということで紹介させていただきました。こちらの方も、動画の方で紹介がありますので、よかったら、作り方動画の方を見ながら作ってみてください。で、布合わせの紹介をさせていただきますね。動画の方では2枚の生地を使ってですね紹介していましたが、こちらの方は4枚の生地を使ってこのような感じで布合わせをしています。4つのこのパーツを分けてですね布合わせをすることで、こういろんな面でですね楽しめるというところで、ちょっと歯切れを使えるかなと思いまして、もっともっと小さくなった歯切れもですね役立てていただけるんじゃないかなと思っています。で、ポイントはちょっとこう一部にカラーを使ったり、一部レースを使ったりとか、ちょっと素材をですね変えてみるというところも面白いんじゃないかなと思います。これはですね、手縫いでも作ることができるので、夜ねもう冬の時間長くなりますので、よかったらテレビ見ながらでもチク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 楽しんでいただけたら嬉しいです。で、リボンをですねこうちょっとサテン系のサテン系の細いリボンを使いました。普通のコード紐を使ってもおしゃれでいいんですけれども、少しですねこの生地に合わせてこう素材も変えてみるというところは、ポイントかなと思います。ちょっと見せ方がね変わってきますし、プレゼントにした時にちょっと喜ばれるようなデザインになってるかなと思います。はい、こちらはですね、私が一番好きなテーマである RYGBP という、色相関で作った布合わせになります。ちょっと基本の色をですね色相関にすることで、ちょっと布合わせのバリエーションをですね増やせるかなということで、時々ちょっとテーマに作らせていただいています。これはですね本誌に合わせて考えた新作になっています。どんな風になってるかっていうとですね、こう広げるとこんな風にキーケースになっています。で、このタイプのものを使うのすごく久しぶりだったんですけれども、ちょっとたくさん在庫があったので、これをちょっと活かせないかなということで考えてみました。今はスマートキーが結構主流かなとは思うんですけれども、そういう場合はこういう風にちょっとポケットになってますので、ここに入れていただいたり、ここに少し隙間を作ったので入れていただいたりですね、ほとんど今キャッシュレスなんですけれども、時々現金じゃないとダメっていうところとかもあると思うので、そういういざっていう時のためにここにですね少し小銭を入れておけるファスナーポケットもつけてみました。こういうねちょっとした歯切れでできる可愛いものっていうのはすごく、テンション上がると思うので、多分いくつも作りたくなるんじゃないかなと思います。こちらもよかったらですねトランク型になっていますので、すごく持っても可愛いですし、なんかキーリングとかつけてもいいかなとは思います。ちょっと今回はつけなかったんですけれども、皆様の方でアレンジ楽しんでいただけたら嬉しいです。一つ試しに作ってみたのがこちら、革の方をタブを挟んでこう D カンを通しています。で、使う時にこんな感じになるので、そうするとちょっと逆さまになっちゃうかなと思って、それで掲載の時はこう中に入れちゃったんですけれども、ここでねやっぱりこうぶら下げられる方が見た目的にもすごく可愛いんじゃないかなって思います。赤はこうこんな表にしてみたり、黄色はこれね本に出ていますけれども、こちらはこんなって花柄だったり、本当に昔から残しておいた歯切れがですねすごく今回いい形になったなって思っています。結構プレゼントにも喜ばれる形じゃないかなと思います。サイズ感としてはですね、この名刺と、同じくらいちょっと入るかなぐらいのサイズ感ですね。憧れのグローブトロッターをイメージして
こういう風にちょっと側面につけてみました。はい、上から見るのと横から見るのとではだいぶ表情が変わってくる丸三角四角の小物入れを作ってみました。こちらはですね、こんな感じで1枚のパーツを作るようにこう布を剥ぎ合わせて小物入れを作っています。これもね、昔から作っているんですけれども、結構1枚で作るのも楽しいんですが、こういうふうにちょっと歯切れをですねランダムに組み合わせてみるのも楽しいかなと思います。でこちらの三角の小物入れですね、底も三角の形にしてみました。ちょっと変わった形なんですが、全部これも布耳で剥ぎ合わせています。でこちらの四角はお家をイメージして作っています。で持ち手を最後に足したので、ちょっとここで縫い留めるような感じにして持ち手をつけてみました。で後ろ面はですねこんな感じになっています。こんな風に丸三角四角になるんだよっていうちょっとね遊び心で作ってみました。で続いてスリッパになります。で以前の著書の中ではルームシューズを紹介させていただいたので、今回はちょっともう少しですねハードルを下げたスリッパにしてみました。ルームシューズよりこの足のサイズとかあまり気にしなくていいので、結構スムーズに作りやすいかなと思います。で斜めに配置したものとこう縦に配置したものとっていう2パターンをですね紹介させていただいてますので、よかったらお好みで作り分けてみてください。もし歯切れがたくさんない場合は一部だけこう剥ぎ合わせてね作るのも楽しいかなと思います。でこちらはですね結構我が家は撮影が多くあるんですけれども、男性の方にもですねカメラマンさんとかも結構このスリッパ履いていただいているので、男性でも女性でもサイズ関係なくお使いいただけるかなと思っております。はい、そしてこちらもですね新作になりますメガネケースと、あとコインケースですね。こちらを布耳だけで作ってみました。で意外とですね布耳でこう合わせていくのはすごくシンプルで、長い布耳がたくさんあったらこう横に並べていくだけでこれはできてしまうという、すごくね簡単に作れるものかなと思います。でこちらの方はこうつながっていますので、これも1枚のものをこう2つ折りにしてパイピングしたという仕上げ方になっています。結構ねお気に入りの生地で作って持ち歩くとインパクトあるので、よかったら作ってみてください。こんな感じで入れられるようになっています。でこうバネホックで留めていますけれども、今ワンタッチで留められるプラホックもありますので、そちらもよかったらご活用ください。はい、そしてこちらが裁縫セットになります。だいたい私の著書の中では裁縫道具を入れるように小物の本はですねしているんですけれども、今回は、歯切れをテーマだったのでどういう形にしようかなってすごく悩んだところ、今回ちょっと大きめなですねお家で使えるタイプの、このお裁縫バッグにしてみました。こちらでも持てるしこっちでも持てて、大きな立ちばさみが入るっていうサイズのもので作っています。実際に置いてみるとですね、こちら小三郎の24センチタイプのものを置くとですね、このぐらいぴったり収まるようになっています。そしてこちらのハサミをですね収納できるシザーケースも作りました。こちらはこう入れてここに入れることができます。でサイズ違いでちょっと小さめのものも用意していますので、少しですねこんな風にちょっとだけ小さくなってますので、こちらも参考にしてみてください。裏面はどうなってるかっていうと帆布で、こちらと同じ帆布で仕上げてみました。内側をですねこういう風にちょっと柄にしてですね、少しちらっと見えるような感じになっています。この V の形がちょっとおしゃれになってます。ちょっと本では分かりにくかったかな、隠れちゃってね分かりにくかったなと思うんですが、このような形になっております。こちらの一番難しいポイントはここの部分ですね。急カーブのところ、アイロンとあとのりですね、こちらを使っていくとすごく綺麗に仕上がってきます。でこうハサミにこう布耳をちょっと巻きつけてみたり、こう両面テープ貼っただけっていうメジャーとかも紹介させていただきました。でセットで作ってみたのがですねこちらの
ケースになります。これもこう入れていただいて、入れて一緒にね使ってもいいし、ちょっとこう歯切れをこんな風に入れておいてですね、こうなんかちょっと小物を入れてみたりとかっていう風に使えるんじゃないかなと思います。ここのポケットにはこうメジャーが入ったり、ここにハサミが入ったりっていう、ここのポケットのですね仕切りを作ってみました。でここのところにこうタックが入っているので、ちょっとこう膨らんだものも入れられるようになっています。反対側はどうなっているかっていうと、反対側はこんな感じの布合わせです。側面はこういう耳を使ってみたり、ちょっとアレンジしてみました。でここの膨らみのところにですね、何を入れるかっていうテーマにしてたのが、こういう風にロータリーカッターとかが倒れやすいのをこういう風に立てかけておけるという意味で、ここに少しこうポケットじゃないんですけれども、こういう仕切りをですね作ってみました。これがあると少し支えがあるので倒れにくくもなっていて、すごく使いやすいかなって思っています。でこういう風に道具をですね刺して立てて入れられるようにしています。で実際こちらの方ですね、帆布の方で仕上げていますので、少し厚みのある生地で作るといいかなと思います。で糸こまなんかも職業用ミシンはこのぐらいポケットがあるとすごく立てかけやすいのでですね、ちょっと大きめにしてみましたので、はいそしてこちらの底の方にもプラスチックの方の板を、入れてあげると支えが良くなりますので、そちらの方もお試しください。ピンクッションの方は、10センチだとちょっと短いなっていう時はこの20センチのタイプを用途に合わせて長さを変えてみてください。でこちらはリングピンクッションになっています。指を通して使っていく、すごくね便利なものになりますので、アームピンクッションもありますけれども、こうリングピンクッションの方もよかったら作ってみてください。カシメでですね皮を留めているんですけれども、ボタンとかでも代用が可能になっているので、物がもっとねたくさん入れば安定してくるかなと思います。はい、それではこちらが最後の紹介になります。こちらは、表紙にもなっています布耳の、ハンドバッグタイプのものになりますね。ポシェットに変えていくこともできるものになっております。内側にポケットを1つつけてみました。長財布もこれはちょっと大きいものなんですが、こちらの大きいタイプのものもすっぽり収まるサイズ感になっています。フラップで留めてハンドバッグとして持ち歩くことができますし、あとポシェットにしてもいいかなと思います。こちらは歯切れを合わせて作っていますので、反対はこんな感じになってますね。で先ほどのバッグの方も、後ろ面にすると同じようにこういうちょっと飾り布のような感じでですね、一部使用しています。でこちらはオープンタイプではなくファスナーの方で付け方の方を紹介しています。少しですね布耳のポーチでこのファスナーをつけるとちょっとここの厚みが増して難しくなりますので、こちらの方はファスナーポーチとして紹介させていただきました。今回ですね掲載作品ちょっと手元にないものもありますので、全てを紹介することはできなかったんですけれども、よかったら本屋さんに行ってですね、こちらの本の方も見つけていただいて手に取っていただけると嬉しいです。これからはですね型紙の写し方なども、紹介していきますので、ちょっとずつですねまたポイントレッスンなど紹介できたらいいなと思っていますので、よかったら動画の方も見ていただけると嬉しいです。作り方のリクエストの方もお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。